はい、皆さんこんにちは、ゆりこです。私は今ね、みなとみらいに、やってきたんですけど、みなとみらいのエリアを今日はね、お散歩していこうと思います。これからね、今日の予定は元町中華街駅まで歩いて行って、でちょっとね、お昼ご飯を中華街で食べて、そして私は、実はね、横浜の元町というエリアにあるカトリックの女子校に通っていたので、そのねエリアはねちょっとね面白い。ちょっとねなんか日本の中で一番西洋っぽい雰囲気が未だに残ってるすごい面白いエリアで、結構ねドラマの撮影だったりとか、なんだろう、雑誌とかモデルさんの撮影とかもよくねされるような、こう日本なんだけど日本っぽくないような雰囲気のエリアがあるので、そこに皆さんをご案内したいと思います。あとね外国人墓地もあるので、もしね日本に住みたい外国人の人がいたら、そう将来のね墓地を見ることができますはい、ということで行ってみましょう。さて、横浜が教科書に現れるのは1853年のことでした。皆さんもご存知の通り、江戸時代に200年ほどの間、日本は鎖国をしていました。正確にはオランダやアジアの国とは貿易を行っていましたが、それ以外の国とは貿易を行っていませんでした。さて、そんな中、1853年にアメリカ海軍のペリー提督が黒船4隻を率いて横須賀市に来航し、江戸幕府に開国を求める要求書を渡しました。そして翌年、再びペリーは来航。現在の横浜に上陸し、幕府と日米和親条約を結んだそうです。そして1859年に横浜港が開港することになります。横浜は外国人居留地や貿易港、市街地化が急速に発展していきます。そして綿織物の輸出や鉄道の整備などが始まりました。実際に1872年に東京から横浜の間に日本初の鉄道が開通しています。横浜は日本の近代化、西洋化の先端を行く場所となり、多くの施設や文化が生まれました。今ようやく赤レンガ倉庫の近くまで歩いてきました。だいたい20分ぐらい歩いてきたかもしれませんね。今日は本当に晴れていて、ちょっと風は強いけど気持ちいい日です。平日にもね関わらず結構人が多くて、なんかイベントやってるのかもしれないですね。ちょっと皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で、赤レンガ倉庫は実はかなり前からある建物です。最近できたものじゃなくて、多分だけど本当にアメリカが開港されてから、作られたすごく古い建物になってます。100年とかね、多分それぐらいの歴史があるんじゃないかなって思っています。結構このエリアは赤レンガ倉庫の他にもかなり古い建物が、西洋のね、建築物があってちょっと面白いので、皆さんに紹介したいと思います。この赤レンガ倉庫は1911年から1913年にかけて竣工された歴史的なレンガ造り倉庫建築物です。当時は主に保税倉庫として輸入品や未処理の物資の一時保管倉庫としての機能を持っていたそうです。横浜は未だに大きな港としての役割を担っています。さて、これは私が赤レンガ倉庫の近くで見つけた謎の線路です。この線路についてはね、なんでか理由がわかりませんでしたが、こうやってね、いくつかの場所には線路がね、あって、もしかしたらね、かつてここに電車や路面バスが走っていたのかもしれないと、思いをね、馳せました。横浜は本当に風が強かったです。さて、横浜中華街にようやく到着しました。中華街も横浜のエリアには
欠かせない存在です。しかし、なぜ多くの中国人がこのエリアに住むことになったのか、歴史の背景があります。開港にあたって現在の中華街あたりも横浜神殿と呼ばれる田んぼと入り江の埋め立て地でした。幕府が田畑を接収し、居住地、商館、住宅の用地として整備しています。当初居住地には欧米人、その商館、銀行などが整備されていました。しかし次第に言語や商談の通訳、調整役として中国の商人、技術者が住むようになりました。この中華街の近くには山手エリアというエリアがありますが、そのエリアには洋館がたくさんあります。山手エリアは開港後に整備された外国人居留地の中でも高台に位置し、海を見下ろす景観、風通しの良さ、安全性などから欧米人の居住地として指定されました。一方で中華街はもともと埋め立て地の低地で湿地や水路が多く衛生・排水の面でも不利でした。そのため土地の価格が安く商業向きのエリアとして扱われていたそうです。何はともあれ横浜の中華街は世界的に見てもね、かなり大きな中華街で本格的な美味しい中華料理が食べられます。この日はね、お気に入りのおかゆ屋さんに行ってたくさんの料理を食べました。本当にね、お店がたくさんあるので、皆さんが訪れる際には、お腹をね、空かして行った方がいいかもしれません。さて、中華街エリアから少し行くと、この大きな川と橋を見ることができます。このね、川の向こうは元町と呼ばれるね、少し高級で落ち着いたエリアになっています。ニューヨークにもね、中華街とそして双方というね、エリアがあると聞いたことがあるんですが、ちょっと似ているかもしれませんね。中華街と比べて本当に雰囲気が違います。マダムのね、人だったりとか、かなりお金持ちそうな人が歩いているように見えますね。そして元町中華街駅からエスカレーターで山手のエリアまで移動することができます。今やってきたのは横浜のね、外国人墓地ですね。もしね、日本に住みたいという皆さんの中で、最終的にね、横浜外国人墓地に入られたいという方は、ぜひね、一度見学されてはいかがでしょうか。かなりね、気持ちのいいエリアになっているので、皆さんが気に入ること間違いなしかもしれません。はい、すいません。でもね、本当に個人的に私はこのエリアが大好きです。というのも、中高時代、このお墓の近くにある女子校に通っていたので、このエリアのことは誰よりもよく知っています。先ほどお伝えした通り、高台に位置するこのエリアには西洋的な建築物や、施設がね、たくさんあります。まだまだね、話し足りないのですが、今日は動画がもう終わってしまうので、また次の機会に皆さんに紹介したいと思います。今日もね、動画を最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。